本海荒れてる。風速が12メーターぐらい。トンネルが生ハゲ。すごい。生ハゲトンネル。はい、おはようございます。今日もね、朝は雨、風雨。夜中強くなったり弱くなったりって感じで朝まで降り続けてる。はい、うーちゃんおはようございますしましょう。2階から降りてこないうーちゃん。うーちゃん早く起きないと生ハゲ来るかもよ。でもこれさ、マックスでもそんな入んないんでしょこれ。そもそも論で。こんなもん入れすぎかな。沸いてる間に今日のパンの紹介です。パパは何でもいいって言うからサラダパン。サラダパンってでもそうあんま食べたことないかも。売ってたから買ってみて。どこのやつなんだろう。うーちゃんはここでゴロンゴロン。うーちゃんはフレンチトースト。はい、お湯沸けますよ。まだですよ。これは何の音でしょうか。マックのポテトが上がる音です。今コメント欄で「え」って書かれてるけど、そんな音だった。もう分けるよ。ママだ何？蜂蜜濃い茶。昨日買ったスーパーでね、見てこの大容量のシャインマスカット。大粒でこの量で800円だよ。実だけしかないから、またさあうまいのかな。いただきます。いただきます。サラダパンってさ、東北のあれなの？どこのやつ？甘い。白のすごいボリュームこれ。そう、音に悩まされてます。美味しい。大きいし、うまい。サラダパン。パパ残念。滋賀県長浜市にあるサラダパン。ちなみに秋田にもサラダパンってある。滋賀県のサラダパンは千切りたくあんとマヨネーズを挟んだのがサラダパン。秋田市にあるサラダパンはスパゲッティとマヨネーズを挟んだのがサラダパンなの。ああ、美味しそうだっちの。ママこれ秋田だよ、東北だよって言いながら持ってきた。まあ似たようなもんでしょ。出発進行。はい、ということでね、今出発です。で、今日はこの後男鹿半島の生ハゲ館にとりあえず行く。でこっからでもね26キロ、40分弱ぐらいで到着予定です。行きたいところはたくさんある。ただやっぱ全部は回れないから選んでいかないといけない。生ハゲが一重で気づいた神社に行くのか、あとはねなんかね市場もあるらしい。あとほら14分間だから13分間で一周回る展望台、それも入ってみたいながあるから、全部は当然行けないから要所要所に選んでいかないとね。生ハゲ館の後は、時間とモチベーションを考えてどこに行くかっていうのを決めようかな。すごい風だよ。風がすごい。音がすごい。この海日本海。日本海だと風速9メーター。海見える。秋田に来て初めての海。荒れる日本海。あ、生ハゲ。トンネルが生ハゲ。わあ、すごい。生ハゲトンネル。あ、口の中が。なんか海のトンネル。荒れてる。すごいね、荒れてる。日本海荒れてる。天気あんま良くないから。ほら、ここまで波来るでしょ。こんなとこでも道の駅。ゴジラ岩ってなんかあったな。でここから行くあれだね、内陸に入ってくる。また内陸側に入ってくるらしい。内側にね。なんか田舎道って感じ。この辺なんか急に雪が出てきた。
でこの男鹿半島ってここから一応ナマハゲ文化が始まったのかな、まあ、始まったっていうか本場って言われてるらしい。だからところどころさナマハゲのあれがあるよね。トンネルもそうだけど、その前にもね動画は撮ってなかったんだけどナマハゲのね像みたいなのが立ってたよね。で男鹿半島まで来る前までは街中を走ってる感じだったけど、この男鹿半島入ってからは結構こういう道だよね。自然の形がそのまま残ってるというか、こっちは全然また違うんだなって。またちょっと全然違う景色。およそ2キロ先。ここにもあったナマハゲ直売所。ナマハゲだな。橋もナマハゲだな。あ、これだ。こう曲がるんだね。ナマハゲか。ナマハゲ直売所。左方向です。この辺は結構雪あるね。なんか結構差があるね。狭いよ道ね。が。ここからナマハゲ文化がどうして生まれたかっていうのが気になるよね。最後は結構な勾配です。で、もうこの先だね。あと600メーターぐらい。お、なんかあれだね。くぐるんだね。鳥居だ。鳥居をくぐるんだここ。神社。不思議だね。うん。さあもう着きますよ。ここ駐車場第3。第3ね。ここ神社があるんだ。この後の天気は雨のち曇りコース。第2がここ。でも第2止めてるね。第2がこんだけ埋まってるってことは多分第1はもう埋まってると思われる。さあ行こう。ゆうちゃんはスノーブーツ。もうでもさ、この男鹿半島にはナマハゲがいるからどこでも出てくるんじゃない？大丈夫、ゆうちゃん。悪い子だとナマハゲに連れてかれちゃうよ。ナマハゲにくる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 って遊んでもらう。さっきのジオパークまた別かな。ね。でもジオパークって書いてなかった？さっきのところにでっかいナマハゲいたやつ。男鹿新山伝承館。なんか不思議。ね。ナマハゲ。ナマハゲ館到着。ね、別なんだね。あそこすごいね、なんかね。なんかナマハゲのなんだろう、公演時間がちょうど10時半で、今10時27分だからギリギリ間に合いますよってことで行ってきます。お、すごい綺麗だねここ。じゃあちょっと急ぎ足で行きます。1時間ごとなんだね。そういうこと？ギリギリだ。急げ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 。お、こんにちは。すごい。ナマハゲ出てくるね。ナマハゲという言葉の意味ですが、男鹿地方にナモミという言葉がございます。いろりの火に当たっていると手や足に斑点がつきます。これをナモミと言います。ナモミは休んでばかりいる怠け者さんによくつきますので、そのナモミを剥いで懲らしめるナモミを剥ぐがなまってナマハゲになったと言われております。撮る場合ね、ライト消していただきますようよろしくお願いいたします。あ、先立さん上がってください。今生ハゲさんどこまで来てたんですか？今隣の島に来てたんだと思う。すごい。半分も畑も大豊作だったね。ナマハゲさんも雪の中歩いてきたら喉乾だったね。喉乾きしたってやってください。偉いね。ナマハ
やつは勉強するって言うとんだ。このタイトルだと勉強って言うともくれる。まさかどうさいたかな。どうさいたか。おりこさんにしてるか。おりこさんにしてるか。いくよ。あ、出てるな。始める。朝も頑張られましょう。熱くなることはでかぞ。朝も頑張られましょう。熱くなることはでかぞ。はい。いつでも来るからな。はい。あら。まだついてるよ。はい、まだついてるよ。ほら、どこ。わら。うーちゃんどうだった？なんかびっくりした。生ハゲのわら。落ちたやつ。まあ持っとくといいみたいです。長いのはなんか飾ってる。短いのはお財布に入れとくとって言ってたよ。はい、うーちゃんどうでしたか？うーちゃんは終始ビビってました。なんかトントンされてました。そうだね、頭トントンされてる。役を落とすみたいなものもあるってことだよね。そう要はね。どんどん言ってるのはそういう役とかまでもなかなかね迫力満点だったよ。あね、音がすごいよね。ドン。お化けでもそれをしないとまあそういう悪いものが落とせないっていう。ね、わらもゲットしたし。じゃあ次は中にね行きましょう。こんな秋田でまさかの秋田にうーちゃんがビビってるところ見られてしまったかもしれないまさかのこんな生ハゲ感で視聴者さんに会えるというね。まさかのまさか。秋田の端っこで、でもいい時間で見れたね。早い時間帯だった。ちっちゃい生ハゲグッズ買ってまとわってればいいんじゃない？だいたいそんなもんでいいでしょう。ちなみにこれがパパ。超ウケる。生ハゲは独身のみたいし。独身の男の人、まだ決まってない。いや、いろんなね説があるらしい。生ハゲの伝説、そうそう。海外から来た伝説もあるし、この山の神の伝説もある。どれが本当かはまだわからない。諸説あるっていう。ゆうちゃん言ってごらん。すんごい数だよ。いろんな生ハゲいる。めっちゃ生ハゲいる。こっちにもいるの。街によって違う。だからこのなんとか地区によってまた違うわけでしょ。面が違うんでしょ。そうかも。これ絶対木で作られてんだよね。これはすごいね。木まんまじゃん。もう木の皮だけ取ってさほら作ったとか。なんかさ、もうここまで来るとさ、なんかちょっと違う部族っぽいよね。ね。木の皮まんま取ってる。本当だね。これキラキラしてるよ。こっちのって生の木だよ。ほら。うーちゃんも興味津々。あれ買えばおお面。土産コーナー。なんか買マっても。マお面買う？生ハゲのお土産を買う。生ハゲちっちゃいの飾り買いましたよ。玄関にこれから地方行った時のこういうやつ買って飾ろうかな。小さいやつをね。小さいやつ。うわ結構盛るんだな。ね。そこ橋渡るんだね本当は。ね。すごいね。あそこ池が凍ってる。見て、サワサワだよ。うんでも。寒いわ。寒い。信じられない。ちゃんと前向いて歩いてください。階段ですよ。動きがキモい。街灯が生ハゲでした。
これなんだろう。生ハゲのモチーフにされた。へえ、生ハゲの玉。じゃあここからは出発して、生ハゲ面白かったな。ね、男鹿半島だから秋田でも遠いっちゃ遠いけど、このためだけに来る価値があるよ。うん。ここでしか見れない生ハゲの実演というか。そうもあるし、その生ハゲが約150体ね、実際のやつ並んであって、お面とかね結構ね違いが、素材もそうだし、顔も形もそうだけど全然違うよね。そうそうそう。で今回も今ね生ハゲ館行ってきたんですけど、この男鹿半島にですね水族館、ガオっていう水族館があるんですけど、なんかねそこにねホッキョクグマがいるらしくて、なんでまあ男鹿半島のね水族館もねなかなか、来れることないと思うんで、せっかくだからということで今からね向かっていきたいと思います。でもまあ12キロぐらいだから、こっからだったらそんな離れてない。風がすごい。さあそろそろ海沿いです。ちょうどそっち側に見えるんじゃない？おお、すごいね。さっきよりは穏やかに見えるけど、場所によるのかな。ね、なんかだいぶ違うね、さっきのところと。すごいねこの景色。おお、圧巻だね。ただ風は強い。でも海は多分綺麗なんだよこれ。ね。色はすごい綺麗だもん。ここは先と先があるから波が弱いんだ。先に当たるから。だからここは穏やかなんでしょう。違う、荒れてるね。荒れ狂ってるね。あ、でももう500メートル切った。どこだ？ね。右。右？入り口って書いてある。あ、本当に？あ、これか。あ、これだ。右。マジ海沿い。本当に海沿いだね。うわー、すごい。波がしぶきはそこまで来とるで。なんかすごいね、すごい場所にあんね。ね。すごいね。なんだろうあれ。今まで来た水族館の中で一番過酷な気がする。ある意味で。しぶき、そっち置いたらしぶきが来るかもしれない。そんぐらいなんかね、今日波がね、荒れ狂ってる。だからみんなこっち止めてんのかもしれない。いや、すげえな。荒れてるね。わあ、荒れてるね。今日これフェリー乗ったらフェリー出るのかだよね。むしろこれさ、一回止まっちゃうんじゃない？今どうやら風速が12メーターぐらいあるらしくて、平均でね。平均で多分突風はもっとある。車体がね割と揺れるんですね。でちょっとね場所を移動してみたものの揺れるという、なんかいない間にキャンピングカーが何かしらになってるのも嫌だなっていうことで断念しようかなっていう話が。まあじゃあ別行く？ここは荒れてないんだけど、先端の端っこはものすごく荒れててね、あっちが一番風がこの辺だったらまだ良かったのか、駐車場が。なんでこんな違うんだろうね。あれね、北海道の時が揺れてたよ。あ、そう。宗谷でさ、あれ風速20何メーターって言ってたけどさ、あれよか揺れてたよ。あ、そう。本当にこれ風速12メーターかみたいな。なんか人が離れるとちょっと不安になるあれ。で背高い車も他にいなかったしさ。ずっとバシャンバシャン荒れてたし、風がすごいね吹き荒れてたからね。だからなんか車置いといてもなんかね波しぶき当たりそうな感じ。多分あそこに全て当たるんでしょ。まあさっきナビ見た通り端っこの方だから余計にね。そうそうそう。まあなんか晴れてたらめっちゃ良さげだけど。そうね、多分ねここ晴れてたら景色もいいし、今日は海も多分綺麗なの。さあじゃあここからは一回内陸まだねこれ上登って走って、一旦戻ります。はい、今ですね、水族館ね諦めてから、ちょっとね内陸側にも戻ってきまして、ちょっと男鹿半島ねもう一箇所行きたいとこあったんですけども、山側走ってても風がだんだん強くなってきちゃったんで、そちらも断念しました。男鹿半島は割と諦めた天候とかね気象状況によるんで、こればっかりはねちょっと安全を見てね、やめようかなと思います。そんな中ね、じゃあ男鹿半島ね行きたいとこいっぱいあったんだけど、まあ断念して、時間もできたんでどこ行こうかなと思ってたら、だから卵の木そうっていうのかな、木の木は街路樹の樹なんだけど、卵専門店だね。そう
でそこがなんかね秋田県のね発祥のお店らしくて、まあオムライスとかある店なんだよね。卵を使った料理でね。シュークリームとか卵を使ったそのデザート系プリンとかも販売してたり、あと食べれるのはオムライスがメインみたいな感じ。そうみたいなので、まあせっかくね、まあ、秋田に来てるんで、そういうね秋田のね、お店に行こうかなと思ってます。あとね男鹿半島に市場だけあるんですよ、海鮮市場。この後今その卵の木に向かう道中でその海鮮市場の方に行くんで、そこね風がそんななかったら買い物だけしようかなと思ってます。お腹空いちゃったな。全然問題ないけど、だからまあみんなオムライス好きだからいいでしょ。杉林もそうだけど畑とかこういうのもそうだし、そのまんまだよね。いや寒風山のね展望デッキも行きたかったんだよね。まあでもさ上あんだけガスってっからね見えないよ。多分なんだかよくわかんない感じになってるんだろう。はい今ね男鹿海鮮市場の方にね、もう間もなく到着です。左側ね一応海なんですけども、ちょっとねやっぱね全然風が違うんだよね、さっきと。まあ確かにね風はあるんだけど、水族館のところはやっぱ先端だったからか、もうね波の高さがね尋常じゃなかったんだよね。あ、ここご飯屋さんあったんだ。ただメインは今日の夜ご飯なんもないから夜ご飯を買わなきゃねって話。海鮮になっちゃうもんね。そういいんじゃない？卵は卵で、ね、よし、じゃあちょっとね買い物行ってきます。今ね海鮮市場です。あ、美味しそうだね。確かに海鮮丼やば。今日ね意外と空いてます。こんな感じで最高。あ、わかめか。何これ。あ、こういうのいいんじゃない？お刺身はこっち。ね、のどぐろある。のどぐろ？マグロとのどぐろ。すごいじゃんこれ。お刺身って今これしかないですもんね。そうですよね。はい。いい。サラダに入れても良さそう。うん。わかんない。タコすごいね。本当だ。水だこ。あ、腐っちゃうから。あ、そうなんだ。早めに。あと冷凍すれば大丈夫。3日以内ぐらいでわかめは食べてった方がいい。あとは冷凍。海鮮屋さんとやっぱ休みないの？かもね。しけてきから余計にあれか。じゃあとりあえずね市場は OK。車の中ポカポカだな。ね。とても。なんかねやっぱ今日はすごい少なそうな感じだったね。お店もね何軒かあったけど半分ぐらいしかやってなかったね。まあこればっかりやっぱ海の状況、天候、海の状況でやっぱ変わっちゃうんだろうね。さてもうお腹がペコペコだから今1時か1時半ぐらいにさっきの卵屋さん到着予定。卵の木に到着予定。プンと走っていきましょう。行きます。海でも荒れてるよ。いやさっきのすごかったよ。なんで日本海でこんな荒れ狂うんだろう。なんかさ新潟とかもさ、まあ、いつだったか行った時もやっぱこんな感じだったしさ、前回山形の日本海の時は穏やかだったよね。あ、でも風はあったなあの日も。そういや今度こっち青いトンネル。パパが今風力発電にものすごく興奮気味です。うわ、すごくない？目の前に風力発電だらけなんだけど風が強いってことや。すげえな。が降るから。生ハゲいた。生ハゲ。巨大生ハゲ。これね。でっかい生ハゲ。あ、さよなら生ハゲ。どこだこの辺だ。あれか。ママあれマジでやってないんじゃねえの？あの雰囲気。あれガチでやってないだろ。嘘でしょ？泣きそうだよママ。こんだけ来たのにやってないって。あー、嘘でしょ？ちょっと見て。レストランが11時から4時までだったの。だからじゃない？これがメニュー。ズワイガニとかあるよ。国産ズワイガニなの。じゃあパパそれにするわ。ハーフじゃなくてよかったね。これぐらいだとよりは食べれちゃう。ママとゆうちゃんはデミグラス、パパのはズワイです。カニらしいです。普段あんまりねカニ食べないんですけど、なんか珍しいなと思ってこれにしました。カニ。
カニだね。風味っていうのかな。なんかでも結構カニのだし。そうそうみーちゃんの中身も食べない。周りばっかのソースばっか食べてたね。それじゃもうなんかあれだね。孤島になってた。どんな味でしょうか。意外とプリン。飲むプリン。パパも食べていい？ガチプリン。あ、うまいわ。シュークリームいただきます。美味しい。これペロッと食べれちゃうやつだ。いいお店でした。全部美味しい。はい。今ですね、卵の木を出発してからの、ここからは秋田丸ごと市場っていうね、なんかね、いろんなものが売ってるお買い物の場所みたいな。でですね、夜のご飯のメニューのね、何かしらを購入できるんじゃないかなと思って、秋田丸ごと市場っていう。今日もつまみみたいになりそう。天気もね、こんな感じなのと、どこ行っても風が強いのとで、なかなかねちょっとね思うようにね旅ができてないんだけれども、せっかくね来たんで、市場とか行こうかなと思って今からね向かっていきたいと思います。はい、もう間もなくですね市場の方に到着します。丸ごと市場っていうね市場です。これを右に曲がります。なんかねいろいろ野菜とかも多分売ってると思うんで、ほんといろいろ売ってる感じで、隣がね天然ホテルの温泉なんですけど、これ日帰り温泉やってればここで入っちゃってもいいのかなっていう感じです。これちょっと市場行ってからね考えます。およそ100メートル先、左どこだろう。その先、目的地付近です。音声案内を終了します。お疲れ様でした。これでかいじゃん。なんかいろいろ入ってるよ。とりあえず一番端っこに止めます。行きます。行ってきます。秋田の丸ごと市場。なんかいろんなの入ってる。お、すごいね。なんかデコポンがある。デコポン。入れんの？こっから？あれでしょ。鮮魚。うまく。シャキシャキ。秋田県産アスパラナ大根葉。あんまり大根の葉っぱないか。なんかお刺身。アスパラの葉っぱ。へえ。お刺身でもこれで1600円の安いじゃん。安い。秋田の味噌や。どれにしよう。薄塩味噌。野菜をたくさん食べる味噌。はい、とりあえずね今日の晩ご飯はこれでいけんじゃないかなと買ってきました。そんでこの後はどっかお風呂行きます。はい。よし、とりあえず出発します。そんでもってなんかこの市場の真横に天然温泉ホテル小町っていうのがあって、どうやら日帰り入浴やってるみたいなので、もうついでにここでお風呂入っていっちゃおうという話です。すごい横にあったよね。来るといいなと思って、温泉のマークが見えて、あれみたいな。こっから行けるかなと思ったけどちょっと距離があった。つうかこの欄湾でかくね？でかい。上が欄湾ってこと？ラウンドワンスタジアムって書いてる。何これ？初めて聞いたんだけど。お風呂ラウンドワ上がったらンスタジアムちょっと行って何みる？が違うの？あ、でもスポッチャも入ってる。スポッチャってまだあるんだ。スポッチャって書いてあった。ちなみにこの左にあるのがそのお風呂。あ、そうそうそう。で駐車場がこれだ。この駐車場ここに書いてあった。駐車場 P って書いてある。ここをね区切ってます。左手前方向です。本当はこの立中が止めれれば、そこ第3駐車場でもよかったわ。しくったわ。そこでも入れたわ。およそ100メートル先、第2駐車場ってとこなんだけど、ここだったらキャンカーでも入れる。第1はなんかね立中なんで厳しいです。じゃあこれからね温泉に行ってきます。目の前の玉の黄色い施設。とりあえずね早めのお風呂です。そう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 。どこだよ。はい、今ね、温泉に入ってきました。でホテルのね温泉だから結構キャパもあるし、なんかあれだね、この時間ぐらいから急に混み出したねやっぱり。そんで
今日はこれからもあとね道の駅なり移動して車中泊するだけなんで、特段ね予定はこれからねそこに行く前にですね、そのね目の前にねランドワンスタジアムっていうねスポッチャが入ってるランドワンがあって、最近ね我が家ハマってるクレーンゲームをねちょっとやりに行こうかなっていうことで、まさかの秋田まで来てランドワンクレーンゲームスタジアムらしいです。何が違うのかはわからない。とりあえず全国制覇旅始まって以来のまさかのランワンです。ランワンってかランワンでかくねえかこのランワン。今日はねふーちゃん水族館行けなかったからしょうがない。じゃあ行ってきます。じゃあジョージハンター頑張ってください。この瞬間がドキドキだね。両替追加を行いますか？両替追加を行いますか？かもしれない。これ大丈夫かな？両替追加を行いますか？ジェットで両替追加を行いますか？5月20日ね。両替追加を行いますか？もうここまで来ちゃったら無理か。ここで大丈夫かな？この瞬間がドキドキだね。両替追加を行いますか？あ、いけた。意外と取れた。車がもう10オーバーだよ。今日は上手だ。行こう。車帰るよ。今ねちょうど目の前に見えてるのが先ほどいた温泉です。なのでほんとね目の前にランドワンがありましたので、ここね何がびっくりって送迎バスがあったっていう。そうランワンに送迎バスがあった。初めて見た。駅から来てくれるらしい。めっちゃいい、ね、しかも無料って書いてあった。そんでもってジョージとミニオンゲット。とりあえずね今日の水族館分は埋め合わせできたんじゃないかなと思います。で、まあ大体1時間ぐらいで1時間もいなかったかでちょっと遊んで、これからですね、明日ね田沢湖の方に行きたいなと思ってるんで、そっちの方面に走りつつ道中ですね道の駅かどっかで車中泊しようかなと思ってます。なので、少しね田沢湖方面に今からね向かっていきたいと思います。もうすぐでね道の駅共和っていうところにね到着します。でここからだったら田沢湖もそんなに遠くないからちょうどいいかなと思ってます。ただね見ての通りですねいかんせん真っ暗なんですよ。想像よりも道が暗くて道の駅とかどんな感じになってんだろうなっていうのがなんかね、さっきまでランワンのところはすっごいさ都市部って感じだったけどさ15キロぐらい走ってこれだからね割と一気に変わるよね景色が。これねなんだろうね、なんでみんな秋田にキャンピングカー来ない？東北はなぜキャンピングカー来ないんだろう。不思議よ。絶対楽しいのに。それぐらい東北が好きなんだけど、なんかね東北ってキャンプカー少ないんだよね。音声案内を終了します。だ今日の卵屋さんの特上ボール、あんまりパサパサしない？お優しい味がする。なんかボーロってもっと口残りした気がする。だからこれは結構サラッとボールだね。このボーロの特徴はねサラッとしてて甘すぎないでどうなるかっていうと無心で食べる。早めも別だよ。でも作れる。終わりにするよ。あとマンゴー。いいのいいの。終わりだ。終わりだ。終わったよ。パパ最後もらってない。感謝しな。感謝しな。感謝しな。いい？感謝しな。何そのさ耳っちい数。なんでそのさちょっとずつしか渡さないわけ？だってみんなそれぐらいしか持ってない。あと2つ。パパがキッチンなぐらい。ママ特別。パパも持ってんな。
こちらね、今日生ハゲ館で購入した生ハゲです。ででるん。こちらね、交通安全と家内安全ということでね、魔除けになっております。あ、この生ハゲは角があるね。でこれをね、玄関に飾ろうかなと思ってます。これそんなしなかったよね。2000円ぐらい。2000円ぐらい。ちなみになんか玄関に本気で飾る用のお面みたいなの高かったよね。あれ数万円ぐらいする。すごい。これぐらいの顔の大きさで10万円で。すごいプレミアム。我が家ではね、あんな高いの買えなくて、せいぜいこの頑張って2000円でした。でもね、もう一回りちっちゃいやつでもこれぐらいのやつで1万4000円ぐらい、5000円。高いよ。あれでもいいよね。高級やな。あれ飾っときたかったな。今回ね、購入したこの味噌、家電粒味噌ってやつで、秋田県角館というところのお味噌になっております。安藤醸造。秋田県産の味噌。全部秋田なんだね、多分。ね、高級でした。冷めても美味しい味噌汁と。1600円ぐらいでした。大根の葉っぱと長ネギ。これは秋田県産でした。卵も今日食べたところで買ってきたから。ああ、そうだね。今日メインがね、お刺身だから、それに合わせて味噌汁と。シラカップって便利だね。意外と思ったより出汁出てんだ。確かに味噌少なくてもいいかも。ほら、この量でこんなに出てると思ったらすごくない？うん。あ、全部剥がれそうだった。味噌ピーや。なんかさ、車の中で味噌汁作るのって意外と初めて。あ、そうかもね。なかなかないね、味噌汁作ること。はい。インスタントだもんな。うん、いいんじゃない？東北の豆腐。味噌汁移せよ。一回そこで休憩しててください。パパ卵かけご飯食べんの今日。うん、TKG。初産みだって。初めて産んだ卵らしいよ。へえ。白身がプルプルしてるんだって。フライパンちっちゃくて炒めきれない。大変よこれ。大根の葉っぱって意外とさ、売ってないからね、普通のスーパーだと。ママは好きなんだけど。あ、すごいプリッとしてる卵。ほら、すごいプリッとしてるわ。すごいよ、卵。プリッと感が。もうちょっとしたら入れるからね。もうちょっと待って。すごいドロドロしてる。ちゃんはネギが好きじゃないから豆腐とわかめだけ。できればわかめたっぷり。わかめいっぱいある。私じゃわかめたっぷりね。今日のね、メイン。こちら。これ秋田のね、丸ごと市場で買ったお刺身盛り合わせと、男鹿海鮮市場で購入したのどぐろです。のどぐろ。これも美味しそうですね、お刺身。この2つがね、メインで、なおかつ、こちらですね、秋田のお味噌で作ったお味噌汁と豆腐、東北の豆腐と、あと秋田県産のネギ使ってますのお味噌汁で、野菜炒めが大根の葉っぱと、あと普通のベーコンと、あとこの卵はね、今日行ったお店卵焼きの卵を使ってます。秋田小町だ。そう、佐藤のご飯も秋田小町、まさかの。なので秋田尽くしです。本当だ、佐藤のご飯も秋田小町です。ご飯
飯食べるんでしょ、うーちゃんも。はい、電子レンジね、我が家ねリチウム変装してますので、今回はねリチウムでいっちゃいますと思います。サブバッテリーで。秋田小町2つで504分ぐらいかな。今 97% ぐらい残量あったんですけど、よいしょ、こんな感じですね。まあ、全然余裕です。まだまだやっぱりリチウムにしてからね全然減りが違います。ママの日本酒入れとこう。わかめを入れないと。このままでも美味しいよっておばちゃんが言ってたこのチュルチュルのわかめを後で入れます。じゃあ一回それで食べてごらん、後で。でそれで美味しかったら足せばいいじゃん。ママいっぱい入れよう。かき混ぜといて。すごいなんか体に良さそう。ほら、これもね小賀海鮮市場で購入したわかめ、秋田三昧でいきましょう。じゃあせーの、はい、いただきます。そして乾杯、はい、乾杯乾杯乾杯。大根の葉っぱから一回いこうかな。一旦これ食べてみよう。わかめマジでツルツルやん。トゥルトゥルだったの。味噌汁うまっ。今日はなんかすごい和だね。和だね。秋田尽くしの野菜炒め。のどぐろもうまっ。市場で買ったのどぐろ。うまい。日本酒やね。ほうれん草よりこっちの方が好きかもママ。あ、忘れてた。あ、卵かけご飯そうだ。すごい弾力ある卵でそれ。そうだよ。なんで今日パパご飯食べようかと思ったの。これ TKG にしたかった。わかめうまっ。刺身美味しい。美味しいね。今日は秋田美味しい尽くしだ。米で作ってんだから米の料理に合うよね。日本酒は。今回はキャンピングカーの中で初めてこう味噌汁を作ったわけですが、ここでコメントテーマです。味噌汁を1週間に3回以上飲む人いますか？はい、はい、ということで今回のコメントテーマはこの味噌汁を1週間で3回以上、まあ、3日以上ですね、飲むか飲まないか。聞くところによると毎日飲まないとちょっとっていう人もいるし、で逆にうちは全然飲まないよね。しょっちゅうは出ない、そんなに。なんかメニューによって出すかなんかとかね。でも週3は絶対ない。ない。そうなのでうちはね頑張っても週1ぐらい。その中で味噌汁の一番好きな具材は何ですか？これもね、合わせてね。パパはわかめかネギかな。わかめネギどっちかだね。ネギだね。パパわかめかな。うちゃんは？うちはわかめ。わかめと豆腐。わかめと豆腐。まあ長ネギと豆腐。まあ全員合わせるとこれになるってことだね。まあとりあえずそれでコメント教えてください。よろしくお願いします。よろしくお願いします。よろしくお願いします。じゃあね、ゆっくりねこの後もご飯を楽しもうかなと思います。はい、今ねご飯食べ終わって一休みで、テーブルもね今片してフルフラット。ほんで一旦ママは今洗い物中。ほんとねキャンカーで生活できる空間です。ただ今回ね水がね補給できないので結構考えながら使っております。やっぱねちょっと長い旅だとねそこら辺は気を使います。で実際ゴロゴロしながら何をしてるかっていうとゾゾゾ見てます。我が家はゾゾゾをずっと見てます。ママのね洗い物が終わったらまたねゾゾゾ再開です。今日行ったところもさそうだったけどさ、他のとこでもさ秋田もね他のところでもあえて生ハゲっているのかね。秋田に来て思うことが、秋田来たのに秋田ナンバーしかないこと。秋田に来て観光地行ってると秋田ナンバーの
車たくさんいるっていう。そう、生ハゲよりも一番それが不思議。だから同じ秋田の人の中でもここはめっちゃ遠い。そう、秋田の人の中でも多分遠い場所なんじゃないかな。うまい。よし、ティータイムしましょう。パパとうちゃんのティータイム時間です。オッケーです。こんな感じで今日はうーちゃんとパパのティータイムでした。そうですよ。ぜひ皆さんもティータイムやってみてください。家族でやってね。はい、もうね、ママとちゃん2階です。猿に囲まれてる。ちなみに今日撮ったミニオンは端っこで不服そうに見てます。なんやねんって顔してる。みんな上にいるのに。でかすぎないよ。なんで自分だけそこなんだって怒ってじゃある。上に持ってく？はい。上にいてもここにしか入れないからスペース。じゃあ寝るよ。趣味。うーちゃんもおやすみ。おやすみ。はい、じゃあまた明日。おやすみ、バイバイ。バイバイ、おやすみ。君のセリフじゃない。チャンネル登録よろしくお願いします。グッドボタンもしたら、じゃあまたね、バイバイ。